皆様、こんにちは。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けいたします。チャンネル登録していただいたり、コメントをいただけたら嬉しいです。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。今日は誰でもすぐに実行できる1分捨て活片付け習慣についてお話ししようと思います。この動画を最後まで見てお家で実践していただければ必ず家は片付いた状態になります。動画を見ながら捨て活を実践してもいいし、見終わった後に覚えていることだけでもご自分で実行できる範囲でやってみても効果があります。捨て活をするぞと思うとなんだか一大プロジェクトを実行するという感じでなかなか重い腰が上がりませんよね。いつかまとまった時間をとって家中をすっきりさせたいという思いがありつつも、でも結局いつも忙しくてまとまった時間も取れず、そうこうしているうちに1年が過ぎてしまったというような方もいらっしゃるのではないでしょうか。でもそんな風に大きな計画を立てなくても捨て活は日常的に実行できるんです。この動画で説明している1分捨て活片付け習慣をぜひやってみてください。この習慣をつければ家をいつも片付いた状態に保つことができます。大事なことはその場ですぐにやるということです。毎日の生活の中で家事の途中とか通りかかった時に何か捨てたいと思うアイテムを見かけても、いつかまとめて処分しようと思ってまた引き出しに戻していませんか？でもまとめてやるのは時間がかかるし、いつかそのうちと思っているうちに散らかりとか不要品が溜まっていって時間が経過してどこから手をつけていいかわからないくらいの山になっているということはよくあることです。では誰でもすぐに実行できる1分捨て活片付け習慣を紹介していきます。1、DM やチラシ。家に持ち帰った DM やチラシはすぐ分類して不要なものはその場でゴミ箱に捨てましょう。例えば玄関にゴミ箱を設置して不要な DM やチラシはそこに捨てる。家の中に持ち込まないというのがおすすめです。必要な手紙や書類はすぐに開封してファイリングしたり分類しましょう。溜め込まないですぐやるのがポイントです。2、お皿やコップ。洗ってきれいになったお皿やコップは調理台とかカゴの上や食洗機の中に残さないですぐに食器棚にしまいましょう。3、脱いだ服。脱いだ服は床とか椅子に置かないようにしましょう。脱いだ服をクローゼットに入れるには30秒もかかりません。また誰かが置きっぱなしにした服を発見したらすぐにクローゼットにしまってあげましょう。4、食べたらすぐに食器を洗う。ポテトチップとかアイスとかちょっとしたおやつやスナックを食べた後のお皿はすぐに洗えばとっても楽です。フライパンや鍋は洗うのに時間がかかりますが、スナック用のお皿なら10秒ぐらいで洗うことができます。5、キッチンの道具をしまう。トースターとかフードプロセッサー、コーヒーメーカーとかの器具はしまう場所が決まっているなら使った後は元の場所にしまいましょう。毎日使うとしても使い終わった後に一旦しまうと調理台の上がいつもすっきりしていてとっても片付いているように見えるのでおすすめです。6、段ボールはすぐ畳む。何か商品を買ってきた時に入っていた段ボールはすぐに畳みましょう。できればその勢いですぐにリサイクルに出せたら理想的ですね。引っ越しをよくする方は箱を保管しておいてもいいですが、引っ越しを頻繁にしなくても初期不良で返品するかもとか転売する時に使うかもと空き箱はつい取っておきたくなりますよね。あとは何かを入れておくのに便利とか、ちょうどいろいろ入るサイズで使いやすいとか、
つい家に置き続けてしまいますが、でも段ボールは虫が湧いたり見た目にも良くないし場所も取ります。なるべく手放しましょう。7、リモコンをまとめる。テレビや AV 機器、エアコン、プレイヤーとかいろんな家電のリモコンが部屋中に散らばっているととっても散らかって見えます。トレイを用意してそこにリモコンをまとめておくようにして、使ったらすぐに戻すようにすればとっても片付いているように見えます。あまり使っていないリモコンは引き出しにしまうか、全く使っていないなら処分しましょう。8、ケーブル類は使った後にしまう。例えば充電が終わったらケーブル類は決まった場所にしまいましょう。特にリビングとかの共有スペースの場合、また明日も使うからとケーブルだけが出しっぱなしにしてあると散らかって見えます。使った後は片付けることによって部屋がすっきりします。9、ゴミはまめに捨てる。マンションとかで24時間いつでもゴミ出しができる方は、ゴミがいっぱいになる前に捨てましょう。貯める前にまめに捨てることで家がすっきりします。10、読みかけの本は一旦しまう。本とか雑誌、新聞は後で続きを読むからとつい置きっぱなしにしてしまいますが、置きっぱなしにしないで決まった場所にしまいましょう。11、道具類はすぐにしまう。ドライバーとかペンチとかの道具類を使ったら出しっぱなしにしないですぐにしまいましょう。出しっぱなしが出しっぱなしを呼んで部屋が散らかっていきます。12、書類はすぐにファイリングする。山になった書類が一番の困りものです。溜め込んでどれが大事だかわからなくなる前に、来た書類はすぐに分類してファイリングしましょう。記入して提出しなければならないものはすぐに処理しましょう。忘れていて提出期限が過ぎてしまうということを避けることができます。13、期限切れの食材や調味料。缶詰や瓶詰、調味料とかスパイス、袋詰めの乾物とかで期限切れの食べ物を見つけたらすぐにその場で処分しましょう。ゴミ箱に捨てましょうということですね。古い食材や調味料を使うよりも新しいものを使った方が美味しく調理できて安心して食べることができます。また、そもそも期限が切れるまで使っていなかった食材とか調味料は結局は自分の食生活では必要なかったというものが多いと思います。新たに買うこともしばらくは控えて様子を見て、本当に必要になったら買うということをお勧めします。14、着ていない服。クローゼットから服を選ぶときに、そういえばこれ長年着ていないなという服があったら、袋などに入れて避けておきましょう。この袋に入れた服が手放し候補となります。例えば、クローゼット内に袋をかけておいて、そこに一旦入れておくようにすると便利です。キープすべきか処分すべきか迷うような難しい判断をしようというのではありません。クローゼットや引き出しにずっと入れっぱなしで、明らかに何年も着ていない服を発見した時点で手放し候補袋に入れてしまうのです。もう好きじゃない服、カビ臭い服、破れてしまった服、もう使っていないバッグとか靴も同様です。こういったものを手放してクローゼットや引き出しのスペースを空けましょう。クローゼットや引き出しに空きスペースができてすっきりすると本当に気持ちいいし、服も選びやすくなるし、今後の捨て活のモチベーションにもなります。袋に入れた処分すると決めたアイテムは寄付するか譲るかリサイクルに出すか処分するかを判断して勢いで一気に家の外に出す努力をしましょう。家の外に出すまでが捨て活です。15、古い電子機器やケーブル。古い電子機器やケーブルを見つけたらすぐに処分しましょう。技術的なことは日々進化しています。5、6年前に使っていた電子機器は今となってはもはや古くなっています。
おそらく今はもっといい携帯、もっといいカメラ、もっといいパソコンを買って日常的に使ってると思います。新しいものを持っているのに古いものももったいなくて捨てられない人もいるかと思います。でも古いものをずっと取っておく意味はありません。ケーブルやコード類も古いものは今の機器に合っていません。コードの内部が劣化して使えなくなっている可能性もあります。古いものを見かけたらその場で処分しましょう。古い電子機器や家電を買い取ってくれる店を探したり、地域の自治体に相談してリサイクルしましょう。16、複数ある調理器具。ボウルやタッパー、コーヒーカップ、スパチュラ、お玉、缶切り、栓抜き、ワインオープナー。新しくて使いやすそうなもの、デザインが可愛いもの、色が綺麗な新しいものを買ったのに、古いものも処分しないで残している方も多いのではないでしょうか。たくさん持っていても結局は気に入っていてよく使うアイテムというのは実は限られていますよね。使っていないものを見つけたらすぐに譲ったりして手放して、キッチンの引き出しや戸棚に空きを作りましょう。いろいろたくさん入った引き出しから目的のアイテムを探し出すということもなくなって、もっと効率的に料理できるようになります。17、古いタオルやリネン類。古いベッドカバー、シーツ、枕カバー、古いタオル。いつか使うかもとつい取っておきたくなりますが、これも見つけ次第すぐに手放しましょう。特にタオルは使い心地のいい新しいタオルを買ったのに、古いタオルも捨てがたくて、結局引き出しやタオル置き場がパンパンになっている方もいるかと思います。でもみんな使い心地がいい新しいタオルを使いたいので、古いタオルは引き出しの中で邪魔になっているだけなんですよね。古いタオルは小さく切って掃除用に再利用することをお勧めします。端っこの硬いところだけハサミで少し切って、あとは手で裂けば糸くずも出なくて効率的にタオルの端切れを作ることができます。キッチンの油汚れや食べ残しの掃除をするのに再利用できてとっても便利です。またはペットを飼っている方に譲ったり、アニマルシェルターに寄付することもできます。18、スーツケース。スーツケースやキャリーケースは場所を取るし、置き場所に困りますよね。以前ほど旅行しなくなったとか、必要とするスーツケースの大きさが変わったとか、不要なものは必要とする人に譲ったり手放しましょう。19、使用期限が過ぎた化粧品やサプリ。コスメボックスとか薬箱を開けた時にしばらく使っていないもの、明らかに使用期限が過ぎているものを見つけたら、その場ですぐに処分しましょう。ホテルのアメニティのシャンプーとか化粧水、ボディクリーム、これも使用期限が書いていなくても、持っていることさえしばらく忘れていたなら大抵は古くなっています。これらを処分してコスメボックスとか薬箱のスペースを空けるとより使いやすくなります。20、再度読むことはない本。本は手放すのが難しいアイテムですよね。思い出が詰まっていたり、感動してまた読みたいと思っていたり、勉強のために何度も読みたいと思っている本ってありますよね。こういった本は手放す必要はありません。本の数を減らすためだけに無理に処分すると後悔することもあるからです。でも明らかに再度読まないだろうなという本は手に取った時点で手放しましょう。古本屋に売ったり、友人に譲ったり、図書館や福祉施設に寄付することもできます。さて、誰でもすぐに実行できる1分捨て活片付け習慣トップ20、楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ参考にしていただければと思います。ここも1分捨て活が効果的だったよとか、これもすぐに捨て活するといいよ、すぐに捨て活したらこんなに便利になったよというアイデアやご意見がありましたら、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。
このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。